皆様こんにちは。今回は三重県でスズキのスイフトスポーツとホンダの S660 が全国から150台以上集まるオフ会が開催されるとの情報が入ったので潜入したいと思います。今回のオフ会の開催場所は三重県にあるアクアイグニスというところ。アクアイグニスってなんやねんというと、源泉かけ流しの温泉があったり、めっちゃおしゃれなレストラン、お土産屋、さらに宿泊も可能な場所になります。そこの駐車場が今回のオフ会の会場になります。今回の目的地アクアイグニスまでは、僕が住んでる浜松からだと車で約2時間ほど、大阪からだと約1時間50分で行けます。前回参加した京都のオフ会、関西オフと比べると若干近いですね。それでは高速に乗って三重まで移動したいと思います。分岐を左方向です。三重に着くまでに何台か S660 やスイスポに遭遇したので、もしかしたら同じ場所に向かってるのかもしれませんね。ちなみにこれ何回も言ってるんですけど、長距離運転するときはクルーズコントロールがおすすめです。もし今乗ってる車にクルーズコントロールがついていたら、絶対に使い方マスターして使いこなせるようになるとだいぶ楽できますので、もしクルコンついてる車に乗ってる方で使ったことないって人がいれば、ぜひ使ってみてください。そうこうしているうちに約2時間ほど走ったら目的地のアクアイグニスに到着です。到着したらスタッフ様の誘導で車を止めていきます。だいたいこの流れどこのオフ会に行っても同じですね。今回のオフ会はスズキ、スイフトとホンダ S660 の合同オフ会だったので、こんな感じでスイフトスポーツ S660 が大量に集まっていました。指定された場所に車を止めたら、たまたま横にむちゃくちゃいかついスイスポが来て、話してみればまさかの僕の動画を見てくれてる人でした。こちらのスイスポは全体的にクールのパーツを取り付けてかなりカスタムされてました。気になったのがフォグランプのパーツ。これ実際見たらめっちゃ良かったですね。スイスポ純正のフォグランプ周りは未塗装樹脂なので、時間経過で劣化して白くなりますが、こちらのオーナーさんはクールのフォグランプのパーツをマットブラックに塗装して付けたそうです。めっちゃ綺麗に塗装されてました。純正と比べるとだいぶフロントの印象が変わるので、正直めっちゃ買いたくなりまして、気になってクールのオンラインショップで値段を確認したところ、未塗装で6万500円、塗装済みで9万1300円。まあまあ高いですね。また会場にフォグランプの未塗装樹脂のところがカーボンになっているのもありました。未塗装からカーボンになることで見た目さらに良くなるので、クールにするか純正の見た目でカーボンにするとか迷いますね。そうこうしているうちに主催の方から挨拶がありまして、注意事項の説明とか会場でイキリダッシュしないようにアナウンスがありました。今回のオフ会の参加費用は500円かかったんですが、アクアイグニスで使える500円分の金券をもらえたので実質タダでした。今回の主催の方は僕と同じイケてる青色のスイスポに乗ってはりまして、オフ会に合わせてボンネットを新しくしたそうで、じっくりと見させてもらいましたが、だいぶいかつかったですね。青と黒で塗り分けされてて、塗装もめっちゃ綺麗でした。また近いうちにオフ会開催を考えているとのことだったので、ぜひ主催の方のインスタフォローしてオフ会情報を早めに知っていただけたらと思います。主催の方のインスタのアカウント情報は動画の下にある概要欄に載せておきます。それでは早速会場に来てるスイスポや S660 を見学したいと思います。まずはスイスポから見ていきたいと思います。こうして見るとやはり皆様車高を下げてますね。スイフトスポーツ純正の車高って結構高いので、多くの人が真っ先に車高調かダウンサス入れて車高を下げてますね。ちなみに僕も納車3年目にしてやっと車高調を導入します。どれにするかだいぶ悩んでるんですが、テインかブリッツの車高調の2択まで絞りまして、自動制御のコントローラーをつける予定です。もしテインかブリッツの車高調を使ってる方いれば、ぜひコメントで使用感とか教えていただけると幸いです。会場を歩いていたら結構サテンさんですかって声をかけていただいて、ほぼオフ会当日はずっと誰かしらと話してました。僕は顔出しはしていないんですが、なんか声と関西弁でわかるみたいですね。ライブの時だけ仮面外すビートクルセイダーズっていうバンドが昔いたんですが、そんな存在になりたいと思います。ぜひ次回のオフ会でお会いしましょう。そしてスイフトスポーツのリアスポイラーといえばトラストが多いんですが、会場に浜松で有名なパーツメーカーのアールズの羽を取り付けてる人がいました。
こちらの羽はトラストよりもお値段が高く FRP で88,000円、カーボンだと121,000円する結構高い羽なんですが、やはりお値段が少し高い分フィッティングは完璧ですね。トラストやチャージスピードの羽だとこの部分が綺麗に合わないんですが、アールズの羽は完全に合ってましてクオリティ高いなと思いました。ちなみにアールズは東名高速の浜松インターから3分ぐらいのところにあるので、ぜひ行ってみてください。 ZC33S のデモカーを置いてるのでぜひ見てみてください。羽といえば僕も最近取り付けたチャージスピードのリアウィング、今回会場に各社メーカー様も来てまして、チャージスピードさん S660 のパーツを主に製作している三重県のパーツメーカードロップインさんが来ていました。チャージスピードさんは今回 SWIFT スポーツのデモカーだけではなく新型 BRZ のデモカーも持ってきてました。あまりこれまで生で新型 BRZ を見る機会なかったんですが、こう実際に見るとめっちゃかっこいいですね。スイスポと比べると目線の位置がだいぶ低いので、一度レンタカーで運転してどれだけ目線が下がるのか、スイスポと比較してどんな感じなのか、果たして運転して楽しいのか、今度体感してみようと思います。ちなみになんですが、こういうオフ会でパーツを買うと普通に買うよりも若干割引があったりしますし、何よりも実際にパーツがどんな感じなのかわかるので、オフ会に参加するメリットの一つでもありますね。実際に近くで見たら思ってたんと違ったみたいなことあると思うので、ぜひ皆様オフ会に行きましょう。今後このチャンネルからもオフ会の情報が入ればお知らせしていきますので、ぜひチャンネル登録してオフ会情報を手に入れてください。本当皆様のスイスポだいぶ車高下がってていい感じやったんですけど、その中でもなかなか走り込んでそうなスイスポ集団がいまして、話してみるとまさかの大阪の人で、僕の大阪の実家からチャリで10分ぐらいのところに住んでるっていう奇跡が起きました。その人のスイスポのシフトノブがなかなか見たことない感じで、こんな感じです。聞いたところ海外から個人輸入して自分で取り付けも行っているとのことでした。なのでその人に頼めばこちらのシフトノブ購入から取り付けまでやってくれます。このシフトノブの操作感なんですが、こんな感じです。めっちゃクイックシフトです。シフト自体が長いのでハンドルからあまり手を離さないでシフト操作できる感じです。これめっちゃ運転しやすくなると思うので、正直ちょっと欲しくなりましたね。値段とかは聞いてなかったので、もし買いたいよっていう方いれば概要欄にその人の Twitter のアカウントを貼っておくので DM 送って何ぼするか聞いてみてください。純正のシフトノブのようにシフトブーツを取り付けることもできますし、逆にむき出しの状態でもいけるそうです。触ってみた感じめっちゃ良かったですね。それではホンダ S660 の方を見ていきたいと思います。実は今回こちらのオフ会で S660 メインの YouTube チャンネルをやっている方とお会いしまして、このチャンネル始まって以来初のコラボをさせていただきました。色めっちゃ派手なんですが、こちらのお車ラッピングです。しかも DIY でラッピングされてるのでなかなかすごい見た目ですよね。元々の車の色はこの今見えているゴールドで、それに重ねるように自分でラッピングされてます。全然わかんないんですけど、ラッピングって自分でできるもんなんですね。やり方調べて、もし僕でもできそうであればラッピングに挑戦してみようと思います。またすごいのは見た目だけじゃなく内装もゴリゴリに改造されてます。内装の素材は全部自分で貼ったそうで、どうやって貼ったのか気になりましたが、 DIY で内装を張り替えてる様子の動画を投稿されてるので、気になった方はぜひ見てみてください。もしかしたら僕もそのうち DIY 内装に手を出すかもしれません。また今回初めて S660 を近くで見てびっくりしたのが、この車トランクがあるんですが、これだけしか入らないそうです。なので大型の荷物は詰めないので、車外のパーツを買ってこんな感じでルーフに荷物を置いてるそうです。そう考えるとスイスポって荷物も結構詰めてスノボみたいな長いものも入る、さらに5人も人間乗せれるのでなかなか使い勝手いい車ですね。またホイールもかなり癖強めで左右で別の色になってました。ほんとここまで突き抜けていろいろやると絶対に楽しいと思うので、僕もいろいろやっていこうと思います。ちなみに最近パーツ頼んだので1ヶ月後ぐらいにはお披露目します。今回コラボした YouTuber さん、高見チャンネルさんのページを概要欄に貼っておきます。ほんと会場に来ている S660 はどれも個性強めで、ガルウィングがついていたり、なかなか見たことない形の羽が入れたりと見てて飽きなかったですね。
こちらの羽ですが S660 界隈では有名なドロップインという三重県にあるメーカーのものになります。取り扱いは S660 だけではなくスイスポのリップもあるみたいです。今回の主催の方のリップはドロップインのもので、これまでネットとかでも見たことなかったのでなかなかに新鮮でした。ほんと今回のオフ会も会場で声かけていただいて大変ありがとうございました。これまでインスタ、ツイッター、YouTube のコメントで会話してた人とも実際に会えて大変楽しかったです。こんな感じでオフ会始まってからひたすら喋り倒してたら、もう早いもんで終わりの会が始まって、ドローンの記念撮影をしていただきまして、終わりの挨拶があって無事終了しました。いかんせんずっと喋ってたんで、アクアイグニスのレストランとかお土産屋に行く暇がなかったので、今からどんなものか見に行きたいと思います。会場の駐車場は第2駐車場なので、アクアイグニスがあるところまで車で1分ぐらいのところです。ただ残念なことにちょうど着いたぐらいにレストランが閉店の時間になってしまってたので、温泉だけ入って帰りたいと思います。オフ会が始まる前に500円を払ってもらった500円分の金券はここアクアイグニスで使えるので、本来であればこちらの源泉かけ流しの温泉の入場料は平日600円、土日祝日800円なんですが、500円のチケット使えたので実質300円で温泉に入りました。もちろんレンタルタオルもあるので手ぶらで大丈夫です。ちなみに僕週1以上でスーパー銭湯行く温泉&サウナ大好き人間なんですが、ここの温泉なかなかにクオリティ高かったです。脱衣所に貼ってあった注意書きに、こちらの片岡温泉は温泉の成分が強いので長く入りすぎると倒れる人もいるので長湯はしないでくださいと書いてあるぐらい温泉成分強めで、さらにかけ流し、中めっちゃおしゃれで落ち着いた空間だったので、風呂好きな方絶対に行った方がいいですね。サウナはなかったんですが、間違いなくこれまで行ってきた温泉の中でも上位ランキングに入っています。風呂上がりには中にあるお土産屋さんで、温泉旅館に行ったら大体置いてあるおせんべい的なやつも置いてあったりと、風呂上がりも楽しめる感じでした。温泉だけでもかなりおすすめできる場所なので、ぜひ機会あれば行ってみてください。このクオリティで平日600円は安すぎますね。それではもう遅いので浜松に戻ります。今回のオフ会もひたすらに物欲が高まった一日でした。本当オフ会に参加するたびにパーツ買いたくなるので、オフ会参加のデメリットですね。以上、三重アクアイグニスのオフ会でした。今後ともオフ会には積極的に参加していきますので、またオフ会情報が入ったらお知らせいたします。僕のチャンネルでは鈴木スイフトスポーツや旅行、Vlog など幅広く動画を公開していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた、ありがとうございました。